こんにちは、アリチャンネルです。今回はお祓い日和、その作法と実践です。著者の嘉門七海さんは小説家で民族学などに造詣が深く、心霊体験も豊富で NHK などにも出演しています。お祓いを実践すれば邪気を跳ねのけ、運勢が向上すること間違いなしです。早速見ていきましょう。まずはお祓いとは何かについて見ていきましょう。神社に行ってご祈祷を頼むと、神主さんが大草を振り、祝詞を唱えて拝んでくれる。お祓いと聞いたとき、思い浮かぶのはこんな風景ではないでしょうか。中には霊能者などの活躍を思い浮かべる人もいるかもしれません。いずれにせよ、お祓いには日常と離れた特別な行為というイメージがあります。しかし、本当のお祓いは、普通の掃除と同じようなものです。部屋を掃除するのも、埃という不浄を払うお祓いだと思っていいのです。誰にでもできるし、いつでもできる。必要なのは正常を保とうとする心構えだけです。ただ、これは私たち一般人がなす行為としての考え方です。もう一歩奥に踏み込めば、深くて広いお祓いの神秘と謎が待っています。歴史的なことから紐解けば、お祓いは本来神道の専売特許というわけではなく、もともとは陰陽道が専門としていたもので、明治の時代になり、陰陽師がいなくなってしまったため、神道に作法が移行したのです。陰陽道は仏教や道教が混ざり、科学的側面を持ちつつ、様々な呪術をも生み出してきました。そこから出たお祓いには、神道の枠に収まりきらない呪術的部分が多くあります。突き詰めていくと、日本の宗教観の根本に当たってしまうのがお祓いですが、ここで難しいことを並べるのはやめておきましょう。お祓いの根本は実に簡単で、邪悪なものを振り払う行為です。汚れを清めるための行為、そして金銭を渡す支払いです。お金を払うこともお祓いだというと、違和感を感じる人もいるかもしれません。しかし、財物を差し出す行為は、贖いに通じ、知らずに犯してきた罪を清める行為と考えられているのです。巷では一番簡単なお祓いは人におごることだと言います。ことに祝い事での振る舞いは強力なお祓いの方法です。家などを新築した時に屋根から餅や小銭を投げる風景を見たことがあるでしょう。実はあれは振る舞いによって新居にあるかもしれない厄を細かく分散し投げ捨てているのです。面白いのは、それを拾った側にとっては、厄は福に転じることです。福と厄はコインの裏表の関係で、他人を幸福にすることが自分のお祓いになると考えられています。故に、誰かに食事をご馳走するのも、己の厄を他人の福に転じる行為で、すなわちお祓いとなるのです。自分についている不浄や陰気といったマイナス要因を取り去った結果、現れるのはフラットで純粋な自分です。お祓いはただの迷信ではありません。我々日本人の感性や自然観、神仏への畏怖が詰まっているのです。それらを紐解いて、過去を知り、今を清めて、より良い未来に向かうための方法を見ていきましょう。まず最初のアイテムは塩です。塩はお祓いアイテムの代表です。お清めや盛り塩として身近なものです。一般的には神道的なアイテムだと理解されていますが、実は塩をお祓いに用いる作法は神道から出たものではありません。日本の民族性、精神性そのものから出てきた方法です。故に宗教を問わず、日本ではこれをお清めとして用いてきました。葬儀の時に清めの塩が出されるのはその典型です。日本人にとって死は一番の汚れにあたります。最近は葬儀の後に塩を用いるのは死者を冒涜する行為だという意見がありますが、これは見当外れな意見です。お祓いは本来死者そのものに向けられるのではなく、死に至らしめた役に対する行為なのです。人だけとは限らず、この役は全ての生き物の死においても発生します。古来、日本人は何かの死に接したとき、命の火を消した厄災がまだそのあたりをうろうろしていて、人や物に伝染すると考えていました。
それをお祓いするためのアイテムが塩だったのです。死者が汚れているわけではありません。自分の命を大切にして他人を思いやる精神が清めの塩にはこもっているのです。塩の祓いに用いるものは精製塩ではなく海水を煮詰めた粗塩がいいでしょう。粗塩は海から生まれ火によって作り出されたものです。水と火は命の根源であり、時には人を死に至らしめる破壊的パワーも発揮する。そんな人知の及ばない原子の力が同じく人知の及ばない災いを払うにふさわしい。どこかに行ってなんとなく気分が優れないと感じたら、玄関に入る前に塩を使いましょう。風水において玄関は人間の口にあたるとされています。悪いものは体内に入らないうちに処理するのが良いのです。方法に厳密には決まりはありませんが、参考のためいくつかご紹介しましょう。左肩、右肩、左肩の順番で振りかける方法。また沖縄では何かに取り憑かれたと思った時には、頭の上に一つまみの塩を置き、同時に舐めるという方法をとっています。足元に塩を巻いて踏んで入るという人もいるし、塩を舐めずに噛むというやり方もあります。昔からいろんな方法があり、郷土食も様々です。また最近は魔除け的な感覚で使われているのが森塩です。この起源は中国にあります。秦の始皇帝は阿房宮という宮殿に3000人の美女を置いていました。皇帝は美女を選ぶときに牛に引かせた車に乗って牛が止まったところに止まることにしていました。ある時、数日続けて同じ場所に牛が足を止めました。牛が塩を舐めることを知っていた賢い女性が門の前に塩を置いたためだったのです。この故事により、森塩は客を呼ぶおまじないや縁起物として客商売の人々の間に広まっていきました。それがいつの間にか塩の持つ祓いの効果に比重が移り、魔除けを目的として一般にも広まっていったのです。森塩の歴史は浅いのですが、根拠がないとは言い切れません。森塩をすれば部屋が正常になるというのは本当だから。清めの道具はそれ自体きれいに保たなければなりません。そのためには湿気や埃で塩が崩れたり汚れたら取り替えなければなりません。周囲も清めなければならない。そのように気を回していけば、森塩を中心に家そのものが清らかに保たれていく。お祓いの根本である清らかな場の出現に森塩は効果を発揮するのです。次は香り、香ですね。香の歴史は今から5000年前のメソポタミア文明の頃まで遡ります。そしてアジア仏教圏を中心に不浄を払うアイテムとして用いられてきました。大きく2つに分けると、木や動物の分泌物などの天然のものと抽出あるいは合成されたものがあります。前者の筆頭は香木や練り香で、後者の代表は香水やアロマオイルです。香とお祓いの関係は仏教を中心とした東洋で育まれてきました。日本に香の文化が芽生えたのも仏教伝来の頃だと言います。それ以来、不浄は香りを嫌うとされ、また香は仏や死者へのお供え物とされました。仏壇にお線香を立てるのは言うまでもなく、亡くなった方の魂を供養するためです。しかし、その香りの素晴らしさと希少性から、日本では香は宝石にも似た扱いを受けてきました。平安時代以降、貴族や武士の間でセンスを競うものとなり、衣服に焚きしめたり、部屋にくゆらす空焚きなどの習慣を生み、やがて香りを鑑賞する香道として成熟していきます。香りが心を清めるからこそ、香を身にまとうことが喜ばれ、精神的なものに重きを置いた香の文化に昇華したのです。日本における香の尊び方は世界一と言ってもいいでしょう。その用法は2つに分かります。空間を清めるためか、心と体の浄化のために身につけるかです。直接火をつけるお香は私たちにとって身近なものです。線香や円錐型のものなど様々な形のものがあります。仏前に備えるものには決まりがありますが、お祓いに用いるものに決まりはありません。使いやすいもの、
好きな香りを楽しみながら炊くといいです。身につけるタイプでお手軽なのは匂い袋です。香水やアロマなどもあります。香りをまとうことが香の払いのすべてと言えます。ちなみに線香などを焚いた後に残った灰は玄関の外などに巻くとそれもまたお祓いになるので捨ててしまうのはもったいありません。積極的に活用しましょう。どんな香りをどんな使用方法でいつどのように用いるか。香の払いは心のセンスが映し出される鏡でもあります。次は鏡です。鏡は物を映し光を反射します。その神秘性ゆえに古代から細具として用いられてきました。古の時代、物を映すものは水面以外には見当たりませんでした。それは今でも水鏡といい、物語の中では死者を映したり、未来や異界を映し出します。その水の精がこごった鉱物が水晶で、研磨した金属が鏡となります。故に、鏡は化粧道具となるより先に、祭祀の際の道具として使われてきたのです。鏡は隠されたものも映し出します。閻魔大王が鏡を使って罪を暴き出すのもその一例だし、ドラキュラが鏡に映らないのは、その体に魂が入っていないからです。古代では鏡を宇宙の雛形と考えており、卑弥呼の鏡として有名な三角遠心重鏡など、鏡の裏に記された複雑な模様は宇宙の姿を図式化したものです。丸い鏡は天そのものの形として認識されていたのです。三種の神器として草薙の剣、八坂にの勾玉、そして八田の鏡があります。八田の鏡は巨大な鏡という意味で太陽神の象徴とされました。神話の中で天照大神が、この鏡はもっぱら我が御霊として我が前をいつくがごとくいつきまつれと言っています。鏡は太陽そのもの、陽気あふれる神器として人々に認識されてきたのです。陽の代表ということは陰の気に打ち勝つということです。真実を映し光を呼び込む鏡は重要なアイテムです。さてその鏡は単純に部屋に置いて、また持ち歩いているだけでいいというお手軽なお祓いのアイテムです。できれば円形のものが望ましいのですが、大切なことは歪みのない鏡を選び、曇りのないように手入れをすることです。ほこりや指の跡がつかないように気をつけましょう。風水においては邪気を跳ね返す心強いアイテムですが、唯一寝室にむき出しで置くことは好ましくないとされています。夢という異界と鏡の向こうという二つの異界が勝って安眠を妨げたり、鏡で反射された邪気が睡眠中の体に入り込むとされているのです。そしてできれば日に一日は鏡を覗いて自分の影に曇りがないか確かめることをお勧めします。また平安時代の貴族たちは毎朝鏡に顔を映してその日の運勢を占ったといいます。専門知識のない我々でも毎日意識して見ていると、日によって顔つきが微妙に違うのがわかるでしょう。良い顔の時は勢いに乗り、くすんでいる時は用心して一日を過ごす指針にしましょう。鏡に映った姿は自分の真実です。それに注意を払うことで厄を避け、死を遠ざけることができるのです。鏡を払いに用いるときは、その対象に鏡の面を向けましょう。古墳の副葬品となった鏡が墓の外側を向いているのは、その亡骸に魔が入り込まないようにするためです。また、妊婦がお葬式に出るときには、胎児を守るために、お腹に鏡を忍ばせるという風習もあります。一方、お守りとして持ち歩く手鏡は、自分の姿だけを映すものです。他人に貸したり、不用意に不浄なものを映してはいけません。万一割れてしまった時は、身代わりになってもらったと思って、一般のお守り同様に感謝をして、きれいな紙に包んで処分をしましょう。鏡は、魂を映すものです。大切に丁寧に扱えば、きっと運も磨かれていくでしょう。次は、水です。地球は水の惑星と呼ばれ、地球上の生命は
水なくしては存在できません。水は生命の根源でもあり、浄化の根本であり、神そのものの姿でもあります。雨も川も海も神なのです。川の氾濫は肥沃な土をもたらしますが、私たち人間にとっては一時的には嘆きの元となります。人は水で命を維持しますが、水によって死にもします。水は恐ろしくも豊かな神そのものの姿です。そんな水を用いたお祓いは生きることそのものから切り離せません。新陳代謝の悪い人は水をたくさん飲むと良いとされています。排出されるべき汚れが体の中に留まっているのです。水を飲む行為は命をつなげることと同時に、そういったものを押し流す祓いの行為だとも言えます。水は神仏への供物にも欠かせませんし、料理やお酒の味を決定するのも水の力です。私たちの生活、人生そのものを水は握っているのです。特に清らかな水は強い力を帯びています。肉体的に力を得たいなら、なるべく自分の生まれ故郷に近い場所の水を用いると効果的です。また、体の外側を浄化するのは入浴です。入浴は心身をきれいにします。汚れを払うみそぎも、海に入ったり、川の水をかぶったり、滝に打たれたりするのも水の浄化力を活用したものです。私たちがお風呂に入ってほっとするのは、肉体のみを洗い清めた効果だけではなく、心も浄化されているからです。水の祓いは簡単ですが、力強い方法です。次は食べる。私たちは何かを食べなければ命をつないでいけないので、その質はとても重要です。悪いものを食べれば体を壊すし、良いものを食べれば健康になります。それは栄養としての意味だけではなく、魂にも関わってきます。物を食べる行為はすべて他の命を取り込むことです。それは菜食主義者の人でも同じで、植物にももちろん命があります。アニミズムを持つ日本人は命のみならず、すべてのものに魂があると考えています。肉や魚だけではなく、果物や米や豆にもそれぞれ魂が宿っていて、食事はその魂を自分の体に取り込む行為なのです。食材に宿る魂は決して単体なものではありません。すべてのものは生きるために他の魂を取り込んでいます。草一本ですら水や光という神が宿ったものによって生かされています。土には多くの微生物もあります。私たちは食により地球そのものの魂とのつながりを維持しているのです。よって食べ物によって魂を清めたいなら、まずいただきます、ごちそうさまという習慣を身につけるのが大事です。日本の伝統的な食べ物の中で一番お祓いのパワーを持つと言われるのが赤飯です。節分の大豆を鬼が嫌がるのと同様に、小豆もまた邪を払う力があります。豆と米の赤色も魔除けの色です。なんとなく憂鬱な気分の時は赤飯を食べてみると良いでしょう。また肉類もある種の祓いの役に立ちます。私たちはいくら心身を清らかに保とうとしていても、それがどうしても叶わない時もあります。行きたくない場所に行ったり、関わりたくない人と話をしなければならなかったり、そんな経験は誰もがしているでしょう。そういう時は肉を食べることがおすすめです。肉を食べると繊細な感覚を抑制します。そうやってあえて鈍くなることで不必要なものの侵入を阻止することができるのです。栄養だけではなく、赤飯のように色を意識したり、食べ物同士の相性を知ることも心身を養うための一つの知恵です。そこに感謝が加われば、その力はより一層強くなります。食べるということは、赤ちゃんが母乳をもらうのと同じく、母なる地球そのものから乳をもらっているのです。それを意識していれば、私たちはいつも健やかに過ごすことができるでしょう。最後は緑です。植物の力というのは計り知れないものがあり、木立の中を散策したり、
あるいは街角の鉢植えをふと見るだけでも私たちの心は豊かになります。考えてみれば少し前までは私たちは緑に囲まれて暮らしていたのです。海の上にでも行かない限りいつでも緑があったのです。緑と断絶してしまった今の生活こそが不自然なのです。さて、樹齢の多少に関わらずに尊と呼ばれる樹木の代表は榊。字が示すごとく神の木です。椿やサザンカも同様です。椿は強力な魔除けとして使える植物です。結界樹としては一番の力を持つと言います。一本でも効果があるし、生垣にすれば魔の侵入できない壁となります。どこに植えても構わないという心強い植物です。同じく常緑樹である橘は、果実が不老不死をもたらす時軸の核の好みとされて神秘的なものとされています。桜は佐と蔵に分かれ、山の神の佐が蔵、つまりそこにお座りになるという意味で、神がいる木ということです。また、一般の庭で活躍する厄除けの代表は南天です。これは南を転ずるに通じ、家の鬼門に植えられているのをよく見かけます。お祓いの効果が欲しいなら赤い実をつけるものではなく、白い実をつける白南天と呼ばれる種類のものを植えましょう。庭木などの厄除け効果は持続力が魅力的ですが、その分扱いは普通の守りとは違います。一番の違いは、植物は生きていなければ効果がないということです。枯れたもの、すなわち死んでしまったものは厄を呼び込んでしまいます。お祓いに使うのは生きているものであることが条件になります。私たちは庭や室内の植物が枯れないように心がけましょう。万一枯れてしまった場合には長く放置しないようにしてください。植えたばかりの植物には即効性のあるお祓い効果は期待できませんが、長い目で見ると植物のお祓い効果はなかなか有効です。そして植物の生育状態はその場所の気質や住んでいる人の気の状態を知るバロメーターになります。良い気に満ちているところなら青々と茂るし、逆に陰の気が強いところの植物はうまく育たず、時にはすぐに枯れてしまうでしょう。彼らは身代わりにもなってくれるのですが、植物がうまく育てられないという人は心と体、そして室内を清潔に保つ努力をしましょう。人が気持ちよく感じる場所は植物にとっても気持ちがいいのです。それを忘れないように植物との共存をしていきましょう。幸せになりたい、健康になりたい、綺麗になりたい。もしたとえそう思わなくても不幸になりたくないという望みは誰もが持っているでしょう。人として生きる限りそう思うのは自然なことです。そしてその思いを受け止めてきたのが神仏であり、お守りであり、お祓いなのです。自然の摂理の中で人間が頑張れることなど、実はたかが知れている。私たちの先祖はそう悟ったゆえ、すべてのものに畏怖と謙虚さを抱いてきました。ここでご紹介したお祓いの方法は、簡単で拍子抜けするかもしれませんが、その手軽さの中には私たちの先祖の知恵、自然への尊敬の念が詰まっています。お祓いの背後に広がる奥深い英知に、自然に、神様に思いを馳せていただければ幸いです。